ハンドメイドきよちゃんです。今回はダイソーさんのフラワーフレークというこの春夏糸をご紹介します。こちらが作品になります。初心者でも、編みやすいようにまっすぐ編みになっています。こちらの丈が43センチで、身幅が56センチになります。で、この首の襟の開きが30センチ。下がりが 1.5 センチになります。肩の幅がだいたい18センチぐらいになります。で、この脇下が23センチぐらい。なので、この、腕の開きが20センチぐらいになります。で、重さが 220g で、軽めにできています。色番が FF2 ローズになります。かぎ針7号を使用します。材質が綿 56%、ナイロン 26%、ポリエステル 18%、重さが約 25g、糸長が70メートルになります。標準ゲージが10センチ平方のメリヤス編みで19目26段になります。手洗いができてアイロンもかけられます。仕上げのスチームを当てたいと思います。では早速編み方をご紹介していきます。はい、4ミリの7号針を使用します。ちょっと中に芯が硬い芯が入ってるので、これは外からそのまま編んでいこうと思います。このような、テープ状の糸になります。ループになってる紐状の糸になります。濃い赤とグレーと、ブルーがこのような感覚で、着色された糸になります。はい、鎖の作り目で編んでいきます。2倍の2の倍数プラス1目の作り目の目数で編んでください。121目編んでいきます。針に糸をかけて糸を引き出して絞ります。ここから、鎖を編んでいきます。針に糸をかけて引き出して1目、2目、3目、4目、5目、121目編んでください。121目編んできました。そしたら70センチちょっとになると思います。この長さが。そしたら、立ち上がり鎖3目編みます。1、2、3。3目編んだら、最後の目のところをこう押さえて3目編んでます。そしたらここの3目目にマーカーをつけておきますね。そして鎖を1目編みます。これで今4目鎖を編んだことになります。そしたらこの根元の1、2、3、4根元のこの、121目目鎖の121目目の、手前の120目目鎖の作り目の120目目に
針を入れて長編みを編みます。はい。これで、この立ち上がりが、この鎖3目が、長編みの1目分になります。それで、この121目目を飛ばしたところの目が、この最初の、鎖1目の部分になります。で、長編みを編んで、鎖を1目編んだら、1目飛ばして、ここの作り目の1目を飛ばして、長編みをこの鎖の裏山を拾って編んでいきます。はい。こちらも裏山を拾ってます。鎖を1目編んで、1目飛ばして裏山に長編み。鎖を1目編んで、1目飛ばして、裏山に長編み。これを繰り返し編んでいきます。長編みを編んできました。ここが最後のところになります。長編みを編んで、ちょうど、作り目が終わる形になっています。そしたら、立ち上がり鎖1目編んで、編み地をひっくり返して、で、今の最初の目、最後、この長編みの目の頭に針を入れて、細編みを編みます。ここでマーカーをしておいた方が初心者の方は分かりやすいと思います。はい、細編みを編んだ目にマーカーをしておきます。そしたらこの段は細編みと鎖の繰り返しになります。今細編みを編んだので鎖を1目編んで、この前段も鎖になってます。なので、長編みの、目の頭に針を入れて細編み。次は鎖で、鎖を飛ばして長編みの頭に細編み。鎖、細編み、鎖、細編みで繰り返し編んでいきます。はい、最後、鎖を飛ばしてこの立ち上がり鎖3目の3目目の、目のところ裏山を拾ってもいいですし、鎖の半目と裏山をこのように拾う感じでもいいと思います。細編みを編んでこれで終わります。そしたら1段目と2段目を繰り返し編んでいく形になります。1、2、3目編んだら3目目にマーカーをして1目鎖編んで、今度は細編みのところに長編みを編んでいきます。次鎖編んで、また鎖は飛ばして細編みのところに長編み。これを繰り返していきます。でしばらくこの編み方を繰り返し編んでいってください。鎖を編むときに、古い方と新しい方の糸端をこのように小指で抱え持って鎖を編んで、これでドッキングさせました。で、そのまま
長編みのところに細編み、鎖、細編みで編んでいきます。全部で4玉まっすぐ編んでいこうと思います。はい、このように4玉編み進めてきました。そうすると、下からこの長編みが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22回、長編みが編まれています。で、最後、長編みを編んで、こちらから細編みを編んできました。最後、細編み鎖、細編み鎖の段を編むようにしてください。それで残りがもう長編みで、次行くには1段足りないぐらいの長さになっています。そしたら、だいたいここでこの身幅が70センチないぐらいの、ちょっと縮んで、そのぐらい、69センチ、68センチぐらいになっています。で、こちらの丈がだいたい40センチはないぐらい、39センチぐらい編めています。そしたら後ろ身ごろは、糸が終わったらまた新しい糸を、つなぎ合わせて2段、長編みの段と細編みの段を2段編んできてください。前身ごろは、ちょっと首のところを休めて肩のところだけを編むようにしたいと思います。はい、真ん中のこの襟の開きが、30センチぐらいになるように、印をしました。長編みの延長線上のこの細編みのところに、目の頭にマーカーをしてあります。はい。だいたい、この身幅が66センチぐらい、66センチ、67センチぐらいになったので、ここの肩から袖の部分が18センチ、19センチぐらいになります。はい。で、目数で言うと、だいたいここの、長編みの延長線上の細編みのところ、長編みを数えた方がわかりやすいので、数えていくと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18目というか、この長編みが18個あるところの、延長線上に印がしてあります。こっちの反対側の肩も、ここの、端の長編みから2、4、6、8と12、14、16、18目目の延長線上の細編みの頭に印がしてあります。なので、この、襟の開きのところは目を休めて、ここの肩から袖の部分を編む感じで、あと2段長編みと長編み鎖長編み鎖を編んで
身ごろは、あと2段、肩の部分を編んでいきます。はい。襟の、ここのマーカーの、襟ぐりのこのマーカーのところに来ました。そしたら、ちょっとマーカーを外して、この細編みのところに長編みを編み入れます。そしたら、あと、これだけ、糸端が、これだけになりますので、立ち上がり、鎖1目編んで、右をひっくり返して、針に糸をかけて、よいしょか、この、最後、ちょっと未完成を編んでから、引き抜くときに、糸を変えます。はい。で、鎖を1目編んで、細編みですね。細編みを編んで、鎖、細編み、鎖、細編みを繰り返して、ここの端まで戻ります。はい、端まで来ました。細編みを編んで、鎖を編んだら、この立ち上がりの鎖3目の3目目に、針を入れて、ちょっとね、入れるところがわからなくなるんですけど、鎖の半目と裏山を拾って細編みを編んで、これで終わります。そしたら、肩の部分、最後にここを閉じるので、その分の、糸端を残してカットします。そしたら反対側も、反対側はここのマーカーのところから、糸をつけて編んでいきます。最初、細編みで終わってるので長編みですね。細編みのところに目の頭に針を入れて、糸端は小指でこのように持って、1、2、3で、最初の鎖の部分も入れて、鎖を4目編んで、鎖を飛ばして、この細編み、次の細編みのところに針を入れて、長編み、細編み、鎖、長編み、鎖で。で、同じように、端まで行ったら、細編みで戻ってきます。はい。こちらから細編みをこのように編んで、最後、この、長編みの立ち上がりの、ところですけど、細編みを編んで鎖を1目編んだら、この立ち上がりの鎖3目目に、針を入れて、ここも、これが裏山で、これが、鎖の半目の部分になるので、ここら辺に針を入れて、細編みで編み留めて、これで終わります。
そしたら、これも、閉じ合わせる部分に使うと思うので、どのぐらいこのぐらい。幅の3倍分ぐらい。はい。糸端を残してカットしました。こんな感じで、前身頃が、できました。で、後ろ身頃も、このように、まっすぐ2段足して編みました。ここで、途中、終わってしまったので、糸端をまた付け足して、編んでいます。こっちかな。こういって、で、細編みでこのように2段まっすぐ、後ろ身頃はまっすぐにこのように編んできました。そしたら後ろ身頃の方はもう始末分だけあまり長く残さずにカットします。はい、これで身頃が編み終わったので、糸端の始末を先にします。毛糸の玉と玉のつなぎ目のところ、どっちを表にするかを決めて、はい、始末してください。こちらを表にします。長編みを、表を見て編む方を表にしますので、こちらが裏側になります。裏を見て、この編み地に、適当に縫い付けてカットすればいいと思います。出てくることはないので、はい、このぐらい縫い付ければカットしていいです。はい、こんな感じで、こういう、つなぎ目を始末してください。で、糸始末をし終えて、で、中を表側になるように、このように合わせます。そして肩のはぎをしていきます。このように、前身頃の方に糸端を残してありますので、これを使って、目と目を閉じていきます。かがりはぎで閉じていきます。ここが前身頃の表側、後ろ身頃の表側。このように隅と隅の目を拾って、ちょっと長くなっちゃったかな。巻きかがりとも言うんですかね。
目と目を拾って、こういう感じで閉じていきます。鎖のところは鎖。で、細編みのところは細編みで、拾いながら、剥いでいきます。はい。最後も細編みと、こっちの細編みの目を合わせて、もう一回ぐらい、通して、ちょっとね、一端長かったですね。はい。そしたら、ちょっと襟の縁編みをしようと思うので、これちょっと残しておきます。こんだけ長くあるので。で、こちら側も糸端を、前身頃の糸端を取ってあるので、ここをちゃんとね、この穴と穴をこう合わせて、最初の目を間違えないように確認してから、はい、閉じていってください。はい、こちら側は、肩の方まで来たら、この肩の今かがったところの端のところに糸端を縫い付けて糸始末してカットします。はい、ちょっとこのように戻る感じで縫い付けて、ここのところをカットします。はい、これでこんな感じで縫い付けられました。ここですね。はい。はい。そしたら、そのまま中を表にして脇を閉じていきます。ここは、鎖閉じで編みます。この肩から袖下だいたい20センチのところにマーカーをして、ここまで閉じていきます。11個目のところにマーカーをします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個。ここのところにマーカーをして、ここまで、閉じていきます。ここ、裾のところになります。作り目のところですね。立ち上がりの、ところかな、ここは。鎖の部分を一つ、裾の部分になるので、鎖をの2目目に針を入れて、それで、糸を引き出して、一回このように糸を引き抜いて、そして、鎖をこの、長さ3目鎖を編めばいいと思います。3目編んだら、この細編みのところの立ち上がりのところ、この
穴に針を入れて、糸を引き抜く。はい。こんな感じで引き抜いて、また鎖3目、3目。編んだら、この細編みの立ち上がりのところかな。の目のようになってますので、ここに針を入れて糸を引き抜いて、このように閉じていきます。最後のところまで来たら、ここと、ここを針を入れて、糸を引き抜いて、これで、そのまま糸を引き出して、自分だけ少し残してカットします。はい。とじ針で、そのまま、ここ補強する形で、目のところに針を入れて、一回、こんな感じで留めて、でまたこの今編んだ鎖のところにこういう感じで、糸を縫い付けて、これでカットします。はい。で、反対側も同じように、この脇下を閉じていきます。閉じたら、身ごろを表に返して、襟と、袖はちょっともう軽くこのままでいいにして、襟と裾を縁編みして終わりたいと思います。縁編みも簡単に、鎖と細編みの連続で編んでいきます。この、肩を閉じた残りの糸端があるので、それをそのまま使って編んでいきます。ちょっと広がるのがあまり好きではないので、7号針から 3.5 ミリの6号針に変えて編んでいきます。ここが、肩の、閉じたところの、最後の内側の襟のところになるので、ここの付け根のところに針を入れて糸を引き出します。一回鎖を編んで、これが立ち上がりで、それで、細編みを同じ目に編み入れて、でこの肩のところの長編みですね。長編みのところ、鎖を一回編んで、長編みの足のところに側に針を入れて細編みを編んで鎖を編みます。そしたらこの長編みを編んだところのこの細編みの目ではなくて、鎖のところに、細編みを編んでいこうかな、今度は。はい、こちらから前身ごろの方をこのように縁編みしてきて、右肩のところになります。まっすぐ細編み鎖細編みできました。次の、細編みのところが長編みを、肩の
ところで編んでる部分になるので、鎖を一目編んで、で、この長編みを編んだところに、この足に側に針を入れて、細編み。で、鎖を一目編んだら、この立ち上がりの部分かな。ちょっとよくわかんないですけど、すいません。ここの穴のところに針入れようかな。ちょっと穴開いてしまいそうだったら、この長編みのこの穴のところ、すいません、適当で。ここに針を入れて、細編みを編みます。で、鎖を間に入れて、ここの、閉じたところ、で、ここに一回細編みを入れて、鎖を編んで、今度後ろ身ごろの方に入ります。はい。ここが細編みで、ここが鎖で、ここら辺がちょっとよくわかんないんですけど、この鎖のところに針を入れていきます。はい。ちょっと適当になってしまうんですけど、こんな感じで一周ぐるっと編んでいきます。一周ぐるっと回ってきて、ここが鎖で、鎖のところに細編みを編んで、ここが細編みになってるので、鎖を一目編んだら、今度はこのちょっともう長編みを後ろ身ごろの方は細編み肩のところの、部分がなくてまっすぐ編んでいますので、ここが鎖の部分になるところなので、ここの鎖の目のところに針を入れて、細編みを一目編んで、鎖を一目入れて、これで終わりにします。糸をカットして、これで最初の細編みの目の頭に、ギュッと目を絞る形で、糸を通して、で裏側に適当に糸端を縫い付けて、この肩を閉じた耳のところにこういうふうに針を返しながら閉じればいいと思います。はい。カットして、これで口編み一段編み終えました。そしたら、ここ糸つないだところなので、この糸端の処理もこ
こに縫い付けて処理します。こういう感じに縁編みを編みました。もっと、首の部分を、開きを狭めたければ、あと何段か編めば狭くなると思います。はい。そしたら同様に裾の部分も、表側を見て、縁編みをしていきます。この襟と同様に、鎖と細編みを繰り返し編んでいってください。で、丈が短いですので、長くしたい方は、あとこのぐらい、割と多めに、一玉の半分以上余っていますので、何段か編み進めて丈を伸ばしてもいいかと思います。で、裾の部分は作り目、鎖の作り目からそのまま長編みを編んでますので、表、どちらでもいいと思います。後ろ身ごろでも前身ごろでもいいので、この脇のところから長編みの部分を閉じているので、長編みのこの、作り目のところ、長編みの、ここから言うと目の頭みたいな、ここのところに針を入れて、立ち上がり鎖1目編んで、同じ目に針を入れて細編み。で、針も6号針です。はい。この身ごろは7号針でしたけど、はい。一つ、号数を細くして編んでいきます。で、鎖を1目編んで、この、長編みのところに細編みを編む形で編んでいきます。拾いやすいと思います。鎖を拾って、裏山を拾って長編みをこの身ごろ編んでますので、はい、拾いやすいと思います。これで一周編んでください。はい、後ろ身ごろから、縁編みを編み始めて、後ろ身ごろと前身ごろの、境目の閉じのところに来ました。ここが後ろ身ごろで、ここが、前身ごろと後ろ身ごろの閉じてある鎖閉じの部分になります。長編みのところに細編みを編んで、鎖を編んだらここの閉じの長編みのところになりますので、ここら辺、真ん中ら辺、適当に、針を、差し込んで細編みを編みます。はい。そしたらちょっと鎖を気持ち長めに編んで、この閉じのところの長編みじゃなくて、次の長編みのところに、はい、細編みを編み入れます。で、また、細編み、鎖細編み、鎖細編みと編んでいきます。はい、一周
裾の縁編みを編んできました。長編みのところに細編みを編み入れて、鎖を1目編んだら、この最初の、立ち上がりのところの細編みのところに糸を引き抜いて、これで1段編み終えます。ちょっと大きくなっちゃうかな、穴が。ちょっと細編みを最初の1段目はもうちょっとこっちの、ここからこの長編みと長編みの間ら辺から始めた方が良かったと思います。すいません。それで、鎖を、そのままやってしまいます。鎖をちょっときつめに編んで、最初の目の頭に糸を引き抜いて、これで1段目を編み終えます。そしたらまた立ち上がり、鎖1目編んで、これは襟のところは鎖のところに細編みを編みましたけど、同じように、細編みのところに細編みで編んでいこうと思います。最初の目の頭わかんなくなる場合はマーカーを入れるとわかりやすいです。鎖、細編み、細編み、鎖、細編み、鎖、細編み。はい。こういう感じで規則的に編んでいけばいいと思います。はい、2段目も一周内編みを編んできました。細編みを編んで、最後鎖を編んで、この最初の目に糸を引き抜いて、これで終わります。糸を引き出して、そのまま閉じ分だけ残してカットして、この最初の、編み始めの糸端とこの最後の糸端の始末をします。そのまま身ごろの方に向かって、この身ごろの閉じの脇下の閉じのところにこの鎖閉じの鎖の部分にこういう感じで縫い付けて閉じればいいと思います。同様に最初の編み始めの糸端も処理してください。そしたら、スチームもかけられる糸ですので、裏側を表に出して、裏側から、編み地の裏側からスチームを、アイロンを浮かせる形でスチームを当てて形を整えてください。そしたら完成になります。最後に、着ている感じを
紹介して終わります。はい。裾はこういう感じに仕上がりました。はい。こんな感じに仕上がりました。後ろの裾も、浮かずに綺麗に収まってると思います。はい。シンプルですけど、こんな感じに、透かし模様で軽く仕上がってますので、春夏これからの季節にぜひ編んでみてください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回もぜひご覧ください。ありがとうございました。